皆さんこんにちは、こたつマニアです。2月23日は、工場夜景の日です。おめでとう、すべての、工場夜景マニア。そして、2月22日は、猫の日。ライトアップされた、猫みたいな工場を作りますね。さて、この球体にパイプをつけてみます。シーンの追加をタップして、トーラスを選択しました。ギズモを使って回転、上部、メニューをタップ。ジオメトリの半径や内径をドラッグして調整します。パイプの継ぎ目を作りたいので、トーラスを複製します。シーンを開いて、クローンをタップ。色を変えてみますね。再びジオメトリを呼び出し、内径を編集して大きくします。次に、アングルの数値を編集して、トーラスの表示を変更します。また、助算 X を編集すると、パイプの表現も変えられます。お好みでどうぞ。シーンの追加をタップ。放射状を選択します。上部、ラジアル Y の数値を左右にドラッグ。お好みの数に設定します。アレンジを加えてみちゃったりしますよ。トップに足場や手すりを作ってみます。鉄格子もリピーターの放射状で簡単に作っちゃいましょう。上部ツールバー、ラジアル Y の数値を編集します。新しくボックスを追加して、制御室を作ってみますね。視点を横に切り替えて、分割ツールの長方形を使ってカット。変形して窓ガラスにします。キューブツールを窓枠にしましょう。この制御室を左右に配置しちゃおうかな。シーンを開いて、円柱に制御室をドラッグしてグループ化します。制御室もミラーが適用されますので、それを配置してみますよ。この時期の冷たい空気に、街の明かりも美しさを増します。そんな、夜景を、ノマドスカルプトでコネコネ。レッツラゴー。今回も、ノマドスカルプトは使いこなせていませんか？どうぞ温かい目でご覧くださいませ。今回も、ドラッグツールや、キューブツールを使い、作業を進めていきますよ。各ツールの使い方は、以前の動画、タイトル、クラブなどをどうぞご視聴くださいませ。レイズツールで煙突を作ってみます。ドラッグして断面を作れば、立体にしてくれますよ。ポイントを編集して、好きな形に作りましょう。さて、シェーディングから、ライトを追加をタップ。上部ツールバーでライトの種類を変更したり、強度や、カラーを編集します。小さな明かりは、この球体を使って、
上部、マテリアルから、常にライトなしにチェックします。あとは、ポストプロセスを呼び出して、下へスクロール。ブルームの、強度や、半径などを編集してみますよ。作った工場を、上部カメラの、遠近法に変更して、お気に入りの画角を見つけちゃいましょう。色をつけたら完成です。工場の夜景を眺めて、寄り添う恋人たち。寒空の下、こんな景色なんかより、君の方がずっと綺麗だよ。きっとそんなことを言ってるんでしょうね。しゃー。ああ羨ましい。お粗末様でした。